京都市立芸術大学の音楽科をずっと勉強してて、その4年生の時に僕の後輩先輩格にあたる方がフランスのアビニョンフェスティバルに誘っていただいて、そのショーがもうすごい成功しちゃって、ヨーロッパ中ツアーしてアメリカまで行ってね、で結局3年いたんですよね。劇団の名前はね、レッドブッダって、昔言ってるのがトータルアートとか言って、から照明からなんですかね、日本風とかモダンなそのムーブメントとか踊りとか、それと音楽、75年に一度日本に帰って、それでまた76年に音楽グループ活動をしようと思ってこっちにまた来たんですよね。で日本でその時にちょうどこっちでそのレッドブッダやってたミュージシャンたちがね日本に来たんですよ。それでちょうどアルバムを作ってレコード会社と契約して、でそのアルバムを持ってこっちに来たんです。結構いろいろコンサート活動しましたけどもね、そんな別にうまく商業的に成功するっていうことはなくて、でそのうちにリンゼー・ケンプっていうダンスカンパニーの、すごい、ね、巨匠と言われた方に声かけられて女形っていうのをやったんですよね。結局そのリンゼー・ケンプのそのお父さんがいろいろ海外を水兵みたいな形で行かれてた時に日本に見られたんですよね。それでその日本のいろいろお土産とかお話とか聞いて、その自分のその心の中にそういう日本に対する憧れみたいなのがあって、でその半生を表現するためにその女形っていうプロダクションを作って、彼がそういう僕にもっと自由に表現するそういうチャンスを与えてくれたんで、その中で自分も音楽性を磨くことができた。だ今のこういう形もそういう影響が全部ありますよね。ジョージ・ヒロタ and the London 太鼓ドラマーズっていうんです。その時もう演奏家として小さな2人とかね3人でも演奏活動を始めました。それでだんだん人数が増えていって5人7人とかあってね、僕はなんか知らないけども本当も子供の頃からもう打楽器が好きでね、だから小学校5年生の時に鼓笛隊に入りました。それが北海道のねもうエンガルっていう町ですけど、初めて鼓笛隊を作るっていうんで、もうすぐ、こういう太鼓スネアドラムね、昔の小太鼓とか大太鼓とか民謡はね僕結構歌ってたんですよ。ほら父親からいろいろ教わってんだから、また他のソーラン節とか多分機会があるごとに飲んだらみんなこう歌うでしょ。そういう感じで歌ってたんだけども、その人前でそういうちゃんとコンサートにしてやるってことをやってなかったよね。亡くなった時に父親が一番好きだったその「江差大分け」っていうのがあるんですけども、それをやっぱり何かの形で僕は自分で表現するということが、供養になるんじゃないかなと思ったんですよね。その時に民謡っていうのはもっと自分たち身近なものだったっていうのがはっきり分かって、でそういう思いを通して自分を表現することもできるし、みんなと今のね気持ちっていうものをね共有することができるってことが分かったんですよね。例えば「江差大分け」の前歌の中の詩はね「荒い波風元より覚悟乗り出す船は浮世丸」って言うんですよ。漁師が今から漁に行くっていうあるんですけども、それは僕たちが今生活を今から未来に向かってやっていくっていうと同じですよね。そういう普遍的なものがね民謡にはあるんですよ。例えばこういう太鼓とか日本の民謡とか、それは自分の音楽を表現する手段ですよね。そういうものを通じてやっぱり音楽家として自分の音楽を表現するという、それがもし皆さんがね喜んでいただければそれで幸せって感じなんで、だから今一番力入れてるのが日本民謡のオーケストレーション、今の自分に反映されている民謡というものをオーケストレーションする。だから民謡でただ紹介するんだったらもうダメなんですよね。それはみんなやってるし、なんで私たちはこので感動するのっていうものがないと本当に紹介したっていうことにならないと思うんですよね。自分がラッキーだったと思うんですよね。こちらに来てるからこそ日本がもう客観的に見れるっていう、で日本でやってない
こちらでまだ表現されてないものがもっと見えるっていうかね、そういう形で音楽活動できるっていうのは本当にもうありがたいことだと思う。